こんにちは。今日は1人分のおせちをワンプレートに盛り付ける方法を説明していきたいと思います。知らないと恥をかいてしまうちょっとしたポイントや食べ方、盛り付けの方法などちょこちょこと織り込んで説明していきますので、ぜひ最後までゆっくりご覧になっていってください。出来上がりはこんな感じなんですけれども、それぞれ使うアイテムが変わってくると思うんですけれども、方程式みたいなものを覚えちゃえばどこに何を置けばいいのかっていうのが自分でアレンジできます。なので今日はゆっくり勉強していってください。では始めたいと思います。まずこちらをご覧ください。これは祝い魚と言われる3点です。地方によってもちょっと異なるんですけれども、基本は数の子、黒豆、田作りと思っておいて大丈夫です。ごぼうが入ったりとか、ちょっと地方によっても異なります。これが重要な3つです。今のこちらの3つ以外に口取りと言われるもので、洋食で言うと前菜に当たるものです。ちょっと先に食べてお酒のおつまみなんかにもなったりするようなつまみみたいなものです。それがこちらです。おせちで言うと1の重に入ります。三段重の詰め方は別のピックで投稿してますので、そちらもぜひご覧になってください。こちらは焼き物、煮物ですね。焼き物、煮物っていうのは、これは三段重で言うと2の重に入ってきます。酢の物っていうのは本来3の10に入って一番最後に煮物が入るんですけれども、今は4段重っていうのはあまり使われていないので、本来入るべき場所が3段重なんですけれども、それをこっちの2の重に一緒に入れてしまって、一番下は煮物を入れるっていうのが今の風習っていうか、そんな感じになってると思います。で、これを踏まえて詰めていきます。で、まずおせちの詰め方の基本なんですけども、数は奇数です。偶数はあまり使わないんですけども、こういった紅白っていうのはお祝いの象徴なので、こういう場合は使っても大丈夫です。基本的には1、3、5、7みたいな数を並べて、品数もそういう風に合わせていくのがいいやり方です。でもこれも必ず絶対そうしなきゃいけないっていうわけでもないので、アレンジしてなるべくそれを基本に詰めていくといい感じに仕上がります。それを踏まえて食材をカットしていきたいと思います。まず数の子ですね。数の子も1本使うんだったらこの1本で大丈夫なんですけども、やっぱりこのサイズだと食べにくくなってしまうので、これは半分ではなく、はいそうです、3個に切りたいと思います。手で割れば綺麗に取れるので、数の子はこんな感じで手で割って大丈夫です。で、昆布巻きもこれはじゃあ1個にしたいと思います。3個食べたい人は3個、1個の人は1個でいいと思います。1個にします。で、栗きんとんで、かまぼこは2個紅白で使っていくんですけども、ちょっとこれではつまんないのでカットしていきます。まずピンクからやるとやりやすいと思うんですけども、この周りの部分を包丁で切り込みを入れる感じです。こんな感じです。そしたらここの真ん中に1本切り込みを入れます。はい、こんな感じです。このかまぼこの周りを切り離して真ん中に包丁で切り込みが入った状態です。そしたらこれをこんにゃくの手綱みたいな感じでくるんと回転させて向こうにピタッと。これはとっても簡単な飾り切りです。初心者さんでもこれは失敗なく作れます。まずはこんなのからチャレンジしていくといいと思います。ちょっと立体感が出るだけで全然おせちの雰囲気が変わります。そうしましたら、じゃあ白もやっていきます。白は色が分かれてないので、なんとなく感覚でこんな感じでペローンとなりました。そしたら中心に切り込みを入れます。そして立ててぐるんと。で、こんな感じです。これが2つ並ぶだけでとっても可愛いかまぼこになります。これは2個使っていきます。で、伊達巻きも1個か3個というところです。これが2個なので、これもちょっと2個にしちゃうとなんか2個が目立っちゃう感じなので、2っていう数字よりもやっぱり1か3。伊達巻き好きな人は3個でいきましょう。2枚ぐらい食べたいなっていう時は大きめの1枚にしちゃいましょう。ちょっと太めで切ります。はい、これを使っていきます。
こちら松風焼きです。松風焼きも好きな大きさに切っていくんですけれども、これが1人分としてこんな感じで半分に切って青のりをつけて、こっちは消しの実をつけて、こんな感じで可愛くしてあげてもいいです。またはちょっとこんな感じで羽子板状に切ってあげてもいいと思います。で、これも綺麗にお化粧していきます。こんな感じで青のりは半分つけて、消しの実をつけてあげるといい感じに羽子板になります。はい、こんな感じで羽子板になります。いろいろ自分の好みに合わせてカットしてみてください。結構松風焼きは形作れるのでとってもいいアイテムです。そうしましたらこの煮物を器に入れていきます。こういう風にこじんまりとしたものがあるといいかと思います。入れ方なんですけれども、飾り切りにしたものは一番最後にのせます。ごぼうみたいな地味なもの、ちょっとお肉も地味、里芋も地味、こんなのは下に先に置いちゃいます。こんにゃくもまあ飾り切りはしてるんですけど、なんとなく地味なアイテムなので下置いちゃいます。そしたら上に飾り切りしたものを乗せていきます。レンコンの花、飾り切りのやり方も挙げてありますので、ぜひそちらもご覧になってください。で、椎茸、花人参、こんな感じで鮮やかに飾り切りしたものを上に乗せてください。そしたらこの絹さやは葉っぱに見立てるのでちょっと斜めに切って、これは人参の近く、お花の近くに置いてあげるととっても可愛い感じに盛り付けることができます。はい、こんな感じです。はい、そしたら早速盛り付けていきたいと思います。まず正面を決めます。そしたらこんな葉っぱがあるととっても便利です。斜めに引きます。で、イメージとしては手前から食べるのがマナーなので、手前から1の重のもの、葉っぱの上に2の重のもの、奥に3の重や甘いもの、デザートなどを盛り付けていくととってもスマートに出来上がります。そうしましたら先ほど切った数の子、盛り付けの基本は立体感を出すことです。なるべくお山になるように置いてあげてください。鰹節なんかもかけるといいと思います。そしたら黒豆はこのままでも大丈夫なんですけれども、黒なので黒になってしまうのでちょっと切り返しが欲しいので、そういった場合は白い入れ物に入れてあげます。こんな感じで黒に黒よりも間に白があるととっても黒豆が映えます。または黒は結構黄色にも映えるので、こういう柚子、これで器をちょっと作っていきたいと思います。こちらが正面なのでちょっと柚子を斜めに入れてあげるといい感じに仕上がります。こんな感じです。ちょっと斜めに入っています。中をかき出します。はい、こんな感じで入れ物ができました。ここの柚子の香り移りが嫌な方はこんな感じで引いてあげてもいいです。直接入れても構いません。はい、黒豆ができました。次に田作りで、お魚なんか頭のあるものは左が頭、それが基本です。間違っても右に頭を抜けないようにしてください。田作りは豊作を願うために食べられるものなので、頭小さくても頭がついているものが基本です。できれば整列させてあげましょう。はい、こんな感じで左に頭が来ました。で、栗きんとん。で、黒豆はそのままでも大丈夫なんです。こんなちょっと松があると、これに黒豆を刺してあげるとまたとっても洗練された感じになります。はい、こんな感じで乗せてあげると感じです。そしたら先ほどのかまぼこ、これは赤と白、赤は魔除け、白は洗浄の意味があります。はい、伊達巻き、こういった巻物は必ずのの字になるように置いてください。こうやって置いてはいけません。こちら向きで置きます。はい、喜ぶにかけた昆布巻き、ダジャレみたいなもんですね。昆布巻きは1個置きたいと思います。これで1の重のアイテムが手前に揃いました。そうしましたら葉っぱの上に2の重を乗せていきたいと思います。2の重は焼き物です。焼き物っていうのは割と茶色系が多くて地味なものが多いので、こういった葉っぱの上に乗せてあげるととっても映えます。地味といってもエビは華やかですよね。なのでそういったものはやっぱり真ん中に置きたいと思います。で、こちらも頭があり、そうしたらお魚で、エビのヒゲもあると結構華やかなのでそのままつけてください。松風焼き、
右手で取るので、右にピックが来るように乗せてあげてください。ちょっと左利きの方には左側にしてあげるときめ細やかな記号が使われてるって感じでいいかもしれません。普通は右側に置きます。そうしましたら、先ほどの煮物はこうやってやっぱりみんなが仲良く暮らす、ギュギュしてるかもしれないんですけれども、賑やかに仲良く暮らすっていうので、なんとなくこうやって一緒のお部屋に入れてあげると思いが通じるのかななんて感じがします。そして酢の物、基本的にはこういった一の重を食べて、二の重はちょっとこういう風にお肉とかお魚が多いので、なんかちょっとさっぱりしたものが食べたいって感じになりますよね。で、その時に出てくるアイテムとして生酢とか酢の物が来ます。なので感じとしては焼き物とかを食べた、お肉お魚を食べた後というか一緒ぐらいに食べたい。なのでこれをちょっと近くにやっぱり置いてあげます。平皿に置いてしまうとやっぱりちょっとお箸が遠くなってしまうので、こういった手前に取って食べれるものに入れてあげます。盛り付けるときはやっぱりどうやって食べるかなってイメージしてるのはいい感じですよね。おもてなしの極意というか、相手が食べている姿を考えて盛り付ける、これも大事なことだと思います。そしたら最後にちょっと甘いものがあるとやっぱり嬉しかったりするので、金柑とかちょっとデザートがあったらここに入れてあげます。これもやはり奥なので手に取って食べる、これも手に取って食べるっていうことを考えると、やっぱり器に入ってあげる方がいいと思います。だんだん上に上がるような感じになって立体感も出るので、とっても素敵に仕上がります。そしたらこうやってピックも刺してあげると可愛いです。で、こんな葉っぱなんかもいい感じのところがあったら入れてあげるといいと思います。はい、こんな感じで1人分のおせちが完成しました。ここに祝い箸を添えてあげましょう。3の重の詰め方も投稿してありますので、ぜひそちらもご覧になっていってください。今日の投稿がちょっとでもいいなと思いましたら、ぜひいいねボタンと、そしていろんな楽しいためになる動画もどんどんアップしていきますので、チャンネル登録をぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。